皆さんこんにちは。青森のメルです。真夏になって庭で新しく咲き始める花がなかったので、今週はやっと紹介できる花が出てきました。まずはこちらの猫のひげのピンクです。ピンクと言っても紫ですね。はい、見てください。すっごく綺麗ですね。この花ずっと咲くのを待ってました。実は去年のかなり遅い時期にホームセンターで買ったんですが、その時はね、青森の冬を外で越せないことはちょっと知らなくて、もう 2,3 週間ぐらいしか楽しめなかったんですね。でも冬になる前に挿し木をして、で家の中でその窓側の方にちょっと冬越しさせてみたら、もうなんとか4株育ってくれました。そして今はその4株を全部庭に植えてます。で同じ花壇のこちら側にもう一株があって、でここもなんかつぼみがたくさんあるんですが、こちらはまだちょっと咲いてないんですね。これからです。そして中央花壇の左側に一株、あと右側の花壇にももう一株があります。でこちらが中央の花壇ですね。で今週見ていて気づいたんですが、一つ一つの花は意外と早く終わるみたいですね。でこの株もね、数日前はすごく綺麗に咲いていたんですが、もうほとんど花が終わってしまいました。でも開花期間は6月頃から11月頃までということなので、これからたくさん楽しめると思います。そしてこれが4株の中で一番大きい株だと思います。でこちらも残念ながらね、今週咲いていた花はもう終わってしまったんですが、もう株全体はすごく元気で、まだつぼみもたくさんあります。本当にずっと咲くのを待ってたので、これから秋に向かってもっともっとたくさんを咲いてくれたら嬉しいです。白い猫のひげはよく見かけるんですが、このピンクタイプは去年のホームセンターで見るまでは全然知らなかったんですね。挿し木をして冬越しさせて本当に良かったです。これからもっともっとたくさん咲いたらまた皆さんにお見せしたいと思います。はい、次はこちらフィソステギアですね。はい。去年の晩秋に植えたので、私の庭で花を見るのが今年初めてなんですが、もうすごく気に入ってます。去年の秋、近所の庭でこの花を咲いているのを見たんですが、もうかなり遅い時期まで綺麗に咲いていて、もうこの時期にこんなに咲いてくれるなら、それも私の庭に欲しいと思って、もうなんとか名前を調べてこの2株を見つけました。こちらはまだ咲いているのが少ないんですが、花水が本当にたくさん出てます。もうこれが全部咲いたらすごく綺麗になりそうですね。で草丈はだいたい60、80センチぐらいなので、この花壇のこの場所にちょうどいい高さだなと思って、このスカビオサとの色の組み合わせは素敵ですね。で次のガーデンセールの頃にはもっとたくさん咲いていると思うので、その時にまた皆さんにお見せしたいです。はい、次は半日陰の花壇に来ました。こちらは岩手乙女という林道です。去年ホームセンターで初めて見つけたんですが、この濃い青い色を見てすごく気に入りました。でこの時期特にね、この半日陰の花壇はあまり花が咲いていないので、もうこの色がすごく綺麗です。でこの時期に咲く花をもっと庭に増やしたいので、先週ホームセンターで見つけたらまた2株を購入しました。で最初に見た時、これはもう咲いているの？それともまだつぼみと思ったんですが、調べてみるとこの岩手乙女の花びらがあんまり開かないのが特徴だそうです。なのでこのつぼみみたいな形でちゃんと咲いているんですね。これから秋に向かってこの半日陰の花壇にこの綺麗な色を足してくれそうなので、とっても楽しみです。この新しい2株をどこに植えるかまだ決めてないんですが、近いうちに動画で植えたいと思います。そして最後にもう一つおまけでちょっと紹介したい花があります。これはね、実は今週から始めた花ではないんです。こちらはヘリオトロープなんですが、ここ数週間本当に時々小さな花は咲いていましたが、今まではね本当に小さい花しかなくて、すぐに終わってしまったんですね。ところで今週なぜか急に変わったんです。
そして花だけじゃなくて、この1週間で株も急に大きくなってつぼみもたくさん出てきました。今週初めて本当にやっと本格的に咲いたと感じたんです。私はこの葉っぱもすごく好きです。見てください、この葉っぱの質感、花がなくてもとっても綺麗な植物だなと思って、秋まで咲くそうなので、これからももっとたくさん咲いてくれたら嬉しいです。ただ青森の冬を越せないので一年草として育てたいと思います。今まではねちょっと期待外れだったんですが、もう急にこんなに元気になってくれて本当に嬉しいです。はい、ということで今回は今週咲き始めた花を3つ、それから急に綺麗になってきたおまけの1つを紹介しました。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。では次回の動画もお楽しみに。